森康平です。北海道ツーリング2023 10日目最終日。本日は富良野にある星に届く丘キャンプ場を出発いたしまして札幌へと向かいます。そして札幌で昼ご飯食べたり、なんか今よさこい祭りが行われてるということで、それをちょこっとね見に行ったりして、最終的には苫小牧から出るフェリーに乗りまして仙台へと向かい、そこから東京へと帰りますということで、最終日行くぞい。昨日のキャンプ場はね風がすごくてですね、最後のキャンプだったんですけども、結局焚き火はできずということで、天気予報によると風速がこの辺の町で8メートルということだったんですけども、そんな中でですね、周りは焚き火をしてる人なんて一人もいなかったんですけども、僕の隣のバイクおじさんがですね焚き火をし始めましてですね、さらにはね段ボールまで燃やし出してよ、これ大丈夫かとか思ってたら、案の定ねキノコが僕のテントの目の前まで飛んできたりしてね、これちょっとやばいな。でもなんか言うのはなんか揉めたら嫌だし嫌だなと思ってたんですけども、もうそのおじさんが火がついたままもう値上がると、これはもうやべえなと思って、これ火ついたままですけど大丈夫ですかということを言ったらね、年下のね男に言われたのが尺に触ったんでしょうね。はいしか言わない。はい、風向きもこっち来てるんでちょっと飛んできたら怖いんですけども、はい、いや大丈夫ですか本当にこれ。はい、なんだよお前はよ、いじけた小学生みたいにはいはいはいしか言わねえでさ、気の配れないバイクおじさんはただのおじさんだからね。そしてもう朝起きてね出るともうそのじじい撤収していねえんだよ。おや6時ぐらいにバイクの音が聞こえて目が覚めたな。あれもうお前のバイクの音か。こっちはね焚き火したいところを我慢してんだのにってなんだよ。はい、おはようございます。今日もお世話になります。はい、こんちはこんちはこんちはっす。なんだ芦別町入りました。お邪魔します。はい、こんちはこんちはこんちは。自衛隊だ。かっこいいわ。かっこいいかっこいいね。かっこいいじゃん君たち。はい、こんちはっす。ちょっと君ハイビームじゃないか。なんか霧の中に入ってきたね。体がびちゃびちゃなんですけども。はい、三笠市に入りました。お邪魔します。はい、こんちはっす。おお、大丈夫か今ほんで何あの車、芝刈り機。はい、こんちは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 。道道で札幌までワープしちゃいましょう。道道岩見沢インターお邪魔します。うわーさあ気持ちいい。はいわー、はい札幌インターチェンジ。はい、600円、牛丼1杯。そしてこれからですね麺屋カズマというところで味噌ラーメンを食いたいと思います。やっぱ札幌市に入ってきただけあってちょっと渋滞気味だね。やっぱり都会の方はあんまり面白くないですね。はい、こんにちはっす。なんか札幌市街地はちょっと恥ずかしいな。なんでだ、なんか恥ずかしいよ。おー、チンチン電車、これですね。これバイクどっか止めちゃっていいのかな。これここ駐車場、並んでるね。うまかった。かなりね濃厚豚骨味噌って感じっすね。スープがドロッとしていましたね。ニンニクのガツンときた感じと、そして溶かし生姜みたいなのねついてくるんで、それをやるとねかなり味もね香り豊かになってめちゃんこうまかった。麺はねツルツルシコシコ麺って感じでしたね。いやーうまかった。ごちそうさまでした。それではですね、近くにあるね大通公園というところでよさこい祭りがやってるみたいなので覗きに行ってみましょうかね。この辺だね。すっげえ超よさこい
よさこいダンサーズたちが。こういう有料の観覧席しか見れないみたいですね。道からは見れないようになってます。素通りしていくと。よさかい有料かよ。ただで見れると思ってたわ。しかも聞いたらね、なんか今年から有料になったらしくて、もう無料の方は一切ね見れないようにバリケードまでしてありましてですね、萎えてしまいましてですね、見ずに出てきてしまいました。なんだよさこい金取んのかよ。わざわざ道路を封鎖して金取るってどういうこと？だって道路はみんなの税金で賄われてるわけでしょ。それを封鎖して金取って何利益を出してるわけ？私も1円ぐらい払ってるかもしれませんよ、その道路に。そして交差点のところをダンサーが通る時だけですね、音を止めてね、ダンサーたちがね走るっていうね、もう完全に一切踊ってるとこはもう金払わないやつが見せねえよっていうスタイルで来られましてですね、その出た利益でダンサーの方たちに還元してるのか。それは聞いたところによると、よさこいってのは出演料とかも一切出ないと、むしろなんか出場費とか払わないといけないって聞きましたよ。なのにだね、見るにはお金かかるっつって席代を取って、そのお金はなんだ、運営のやつらがね甘い汁吸ってんのか。よさかはなんかみんなでこうさ、出店のなんかフランクフルトとか食べながらさ見るんじゃねえの？知らんけどねえ。もういろいろ言いましたけど、この知らんけどで発言を全て私の責任ではございませんよという風にねなりましたので、それではですね苫小牧へと向かいたいと思います。ここからですね下道で支笏湖とかの方をねぐるっと回りながら約1時間半で到着すると。芸術の森なんだここは。芸術の森。はい、煽り左折左に寄れって。はい、こんにちは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 っす。チャンネル登録者数1万の男でございますよ。これを配信してる頃にはね、おそらくチャンネル登録者数が1万人をいってるはずだということでですね、発言しております。皆さんいつもありがとうございます。おかげさまでチャンネル登録者数が1万人を超えました。ありがとうございます。そして10万銀の盾、そして100万で金の盾を目指して頑張っていきたいと思いますんで、皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。恵庭市に入りました。お邪魔します。いや最近というか密かにですね TikTok も始めておりましてですね、 TikTok のフォロワーがまだね120人ぐらいしかいないんですけどもね、ちょっとね TikTok を伸ばすためにね若者の真似をしてですねやっていかないといけないということで、バイクあるあるみたいなものをねちょっとね試しにやってみたいと思いますよ。バイクあるある。はい、こんにちはっす。道ですれ違う時は元気にあえするのに、いざ道の駅とかでばったりやっちゃったら気まずくなるのなぜなぜ。信号待ちで隣にバイクがいると青信号になった瞬間にレースが始まっちゃうのなぜなぜ。バイクを見るときに斜め後ろ下から覗いちゃうのなぜなぜね。こんな感じでやっていかないといけないのかね。はい、支笏湖こんちはっす。でけえな支笏湖、だっけいい景色じゃん。北海道最終日にふさわしい道ですねこれは。うわこのカーブ気持ちいい。もう曲がる前から気持ちいい。うわおー気持ちいい気持ちいい気持ちいい。おお気持ちいい。あー気持ちいい。あー気持ちいい。待ってこれも気持ちいい。これも気持ちいい。これもうわー気持ちいい。最高。ここ支笏湖最高だね。はい、苫小牧市に入りました。お邪魔します。すんごいな海でございます。霧深いです。おーびっくりした。お前しかも今
スマホいじりながらお前運転しなかった？ここでお土産の海鮮物が買えると思う。お土産買い出し完了ということで、セイコーマートで晩飯を買ってフェリー乗り場へ向かいましょう。セイコーマさんお邪魔します。またこれでしばらくセコマさんとはお別れになっちゃうからね。いっぱい買い込もう。今日の夜と明日の朝と明日の昼3食。セコマさんありがとうございました。今年もたくさんお世話になりました。それはセコマートで幸せのまた来年よろしくお願いいたします。太陽が沈みゆくとともに私の北海道ツーリング2023年も終わりを迎えようとしております。今年もね無事に怪我なく病気なく、そしてクマとの遭遇がなかったことが何より、クマスプレーを使うね機会がなかったことありがとうございますと、私の北海道ツーリング2023終了ということになりますね。お邪魔します。ただいま。そして、見てくださった皆さんありがとうございました。またね来年も北海道へ行きたいと思いますしね、いろんなところへね行きたいと思いますんで、お見かけした方はぜひともよろしくお願いいたします。あなたのところへもお邪魔させていただくかもしれません。ありがとうございました。手紙太平洋フェリー北上へと乗船。よいしょ。はい、どうもした。本土上陸雨。仙台東部道路東北道お邪魔します。福島県お邪魔します。はい、栃木県入りました。お邪魔します。すんごい雨。はい、群馬県入りました。お邪魔します。はい、埼玉県入りました。お邪魔します。はい、蓮田サービスエリア浦和インターチェンジ4810円。